こんにちは、ミッキーです。今回は2024年最新レポートを横浜カフェ&グルメ6選としてご紹介します。関東屈指の人気エリア、横浜みなとみらい。いよいよ夏も本番ですが、今年はもうすでに猛暑が続き、少しでも涼しさを感じたいと思っている方が多いのではないでしょうか。そんな夏こそ訪れたいのが港町横浜。近年も変わらず進化を続ける横浜では、新しいコンセプトを感じられるお店も続々と登場しています。今回の企画では、従来のカフェ情報はもちろんのこと、SNS 映え間違いなしのグルメ情報などを紹介しつつ、事前に押さえておくべき注目点などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはトースターというお店。こちらは馬車道駅から徒歩4分程度のところにあるお店なんですけれども、関内駅からでも徒歩10分程度で歩けますので、 JR をご利用の方、もしくはみなとみらい線をご利用の方で訪れ方を工夫してほしいなと思います。こちらのトースターというお店は、トースターブレッドカフェ&シャンパンバーというのが正式名称でございまして、大阪発祥の食パン専門店、高匠監修のジャパニーズブレッドカフェでございます。こちら横浜の店舗は2021年3月にオープンしている店舗になっています。高匠の湯種食パンを使ったメニューを楽しめるお店で、食パン×シャンパンという新しいコンビネーションを提案している点も特徴的です。そんなトースターさんでは、モーニング、ランチ、アフタヌーンの3つの時間帯で営業しております。それぞれの時間帯に応じたセットメニューが充実。モーニングはオープントーストに朝限定ドリンクバー、ランチはサンドイッチやトーストにランチセット、アフタヌーンはフランスのシャンパンメゾンポメリーのシャンパンを中心にワイン、ビールなどのアルコール類も提供しています。店内はご覧の通りホテルライクな佇まいで、ゆっくりと過ごせるような空間です。中央はグリーンのスペースがございまして、ウッド調を大切にしながらもブラックの洗練された色が組み合わされまして、すっきりと温かみも感じつつスタイリッシュな空間になっています。また窓際の席では窓から差し込む光がとても心地よいです。気候のいい日には窓を全開にしてくれますので、光の加減がとても美しく、写真も綺麗に撮影することができます。今映していますのはモーニング限定のドリンクバー付近の様子。こちらではコーヒー、オレンジジュース、紅茶などをドリンクバー形式でいただくことができまして、さらにラスクやお試しパンもついてくるところがとても嬉しいので、十分すぎるボリュームとしてモーニングいただくことができます。さて、こちらはトースターさん自慢の食パン。主役の食パンは専門店らしく、一つ一つの材料を厳選し、こだわりの素材で作られています。焼き上がりの香りやもっちりとした食感、ほんのり甘くて上品な味わいは絶品になっています。パンは耳までも美味しく、何もつけなくても楽しめると自負されている自慢の食パンです。こちらの食パンをトースターでは満足度の高いボリューム感で美味しくお得にいただくことができます。気に入った方は店舗内の購買コーナーで購入することができますので、ぜひご自宅用、そしてお土産にも活用いただきたいです。さて、こちらがこの日に注文しましたモーニングの4種のジャムトースト、そしてドリンクバーです。ジャムの内容は小倉バター、いちごジャムバター、リンゴバター、蜂蜜ジャムの4種類。蜂蜜ジャム以外はいずれもバターが入っておりまして、厚みのあるトーストにマッチするよう工夫されています。オプションで目玉焼きやソーセージなどもつけることができますので、そのあたりはお好みに応じてご調整ください。パンはご覧のように外側はサクッと軽くて、中はしっとり水分を含んでいるもっちり食感。ぜひ実際にご体験ください。続いてご紹介しますのは、2024年7月1日に横浜赤レンガ倉庫2号館3階にオープンしました
ステーキ&シーフードレストランリワーフです。良質な US プライムビーフと旬の地元素材を味わえるステーキ&シーフードレストラン。横浜を象徴する港未来の景色と地元横浜の食材をふんだんに取り入れた料理。横浜にゆかりのあるミュージシャンが奏でます週末祝日限定のジャズ生演奏など、大切な人と横浜を五感で感じることのできます上質な食事の時間を提供されています。今回こちらはオープン前に撮影させていただいた映像になってるんですけども、とても洗練されて綺麗な雰囲気はまさに極上。後でご紹介しますけれども、コース料理も決してリーズナブルではありませんので、記念日等に活用いただきたいようなそんなお店になっています。店名の RE リと言いますのは、よくメールの返信時についてくるイメージかなと思いまして、例えば思い出すといったリマインドや帰ってくるというリターンなんかについている接頭辞です。そんな接頭辞がついているこちらのリワーフさんは、お店を繰り返し定期的に利用してほしいという思いと、今は横浜赤レンガ倉庫から少し足が遠のいている方にも再び戻ってほしい、つまりリターンのリの意味が込められているということでございます。こちらの赤レンガ倉庫自体が2022年の末にリニューアルしておりまして、以前の動画でもご紹介してるんですけども、そんな赤レンガ倉庫自体が懐かしい方には、ぜひ赤レンガ倉庫自体を楽しんでいただきつつ、ディナーにはこちらをご活用いただくというのもありかもしれません。一方で、ディナーは少し値段がするなという方に関しましては、ランチタイムに訪れていただきますと、少しお得に楽しむことができますので、ぜひこの空間味わってほしいです。お店に関しましては予約も可能でございますので、ぜひ公式インスタグラム等から確認していただいて、確実に訪れてほしいなと思います。先ほどから映しております通り、店内には様々なスタイルの座席があります。さて、今回はディナーのフルコース22,000円のコースをいただきました。まずは食前酒としてシャンパンをいただいております。続いてこちらは一口もなか。歯触りのいい一口もなかの中には、ホイップされた軽やかなリコッタクリームと酸味のある爽やかなグレープフルーツが入っておりました。アクセントには世界三大珍味のキャビアと横浜鹿でございますバラの花びらがトッピングされていまして、華やかな見た目でお迎えしてくれました。続いてこちらはリバーフサラダ、通称カクテルサラダでございます。歯ごたえが残るサイコロカットで食べがいがあった色彩豊かなカクテルサラダ。素材の旨味を引き立てますのは9種類のスパイスを調合した特製のドレッシング。そこにカリッと焼いたベーコンを加えることによって香ばしくスパイシーな香りが際立ちまして、この後の料理への期待を高めてくれました。そしてこちらがシーフード大皿盛り、通称シーフードプラッターです。ご存知の通り、海と山に囲まれた横浜は溢れるほどの旨味が詰まった食材が集まっています。そんな横浜の食材を使った彩り豊かな海鮮が豪快に乗せられたプレート。身がプリプリで引き締まったロブスターは旨味が凝縮されていました。味変できるソースやレモンで最後まで楽しむことができます。続いてこちらはスープ。その前に映しておりましたパンと一緒にいただくことができます。スープはロブスターのエキスがギュッと詰まった濃厚な味わいのスープです。そしてもう一つの目玉メニューがこちらの T ボーンステーキ。US プライムビーフを使った T ボーンステーキでございまして、運ばれてきた直後はプレート自体がとても熱くて、そのプレートにお肉を当てることで焼き加減を調整できるようなそんな工夫がされています。US ビーフの中でも全体からごくわずかしか取れない希少性とその味わいの良さから格付けでは最高ランクに位置します US プライムビーフ。柔らかく力を加えなくてもナイフでスッと切ることができます。そしてデザートにはこちらのニューヨークチーズケーキ。軽い口当たりの甘さ控えめな生クリームにブルーベリーソースがアクセントになっておりまして、チーズケーキ自体も甘さが控えめで食後でも重すぎず食べやすいケーキになっていました。チーズケーキと合わせていただきますのはコーヒーもしくは紅茶。コーヒーも苦味がある美味しい味わいでございました。途中でもご紹介しましたけれども、ぜひ記念日には予約してこちらのお店を訪れていただくと素敵な思い出になるかなと思います。続いてご紹介しますのは、先ほどの赤レンガ倉庫からも近くにあります横浜ハンマーヘッドの新しいお店。2024年4月にオープンしましたユニコーヒーロースタリーの横浜ハンマーヘッド店です。ユニコーヒーさんは過去にもいくつかの動画でご紹介しておりまして、誕生することに楽しみなお店です。いずれの店舗も全く違った予想になっていますので、ユニコーヒーロースタリー巡りをするのもおすすめかもしれません。お店は
アインズ&トルペビューティーファクトリー横浜ハンマーヘッド店の店内にあるショップインショップ。ネオンのユニコーヒーロースタリーの看板が特徴的です。ユニコーヒーさんのコンセプトは Pay It Forward。Pay It Forward とは、受けた親切を他の人につなげることで優しさの輪を広げ、世界中にありがとうを増やしていくという考え方です。そんなユニコーヒーロースタリーさんでは、カフェで飲むコーヒーを飲む人の大事な時間と密接に関わっているという考えのもと、素敵なコーヒーの時間を提供し、リフレッシュできるような商品、サービス、接客を心がけているとのことです。さて、こちらで注目したいのは生ドーナツ。最近はユニコーヒーさんの系列でユニドーナツというドーナツの専門店も展開されるほど美味しいと評判のユニコーヒーさんのドーナツ。数量限定の販売になっておりまして、土日祝日は売り切れも続出。販売開始は毎日14時からになっていますので、タイミングを見つつ確実にゲットしてください。そのふんわりもちもちとした生地と中に詰まった贅沢なクリームが人気の理由です。この生地には規格外のかぼちゃが使用されておりまして、フードロスの削減にも貢献しています。そして中に詰まったクリームは軽やかでありながらもしっかり詰まっていて空洞がないほど。この日は6種類のフレーバーからイチゴと抹茶をセレクトして注文しました。合わせていただきましたのはクリームソーダ。量としてはそれほど多いわけではないんですけれども、クリームソーダのアイスの上に乗っかっていますのはパチパチ食感の飴。その弾ける様子が涼しさを感じられるようなドリンクになっていますので、ぜひこの夏のタイミングでいただいてみてほしいです。さて、ドーナツですけれども、抹茶のクリームはかなりとろっとした食感が特徴的で、ほんのり苦味を感じるようなスッキリとした甘みになっていました。もちろんイートインもおすすめですけれども、テイクアウトでもこちらのドーナツ試してみてほしいなと思いました。続いてご紹介しますのは、少し場所を移しまして、横浜の野毛エリアといいます、特に魅力的な居酒屋さんが多い空間のご紹介です。そんな野毛からご紹介しますのが、こちら、北の味となごみフォアロさんです。北海道観光応援隊に任命されているこちらのお店。横浜野毛にいながら北海道の美味しさを満喫できます。北海道札幌市出身の店主さんは、都内の飲食店で調理からホールまでを経験した後、横浜の地でお店を立ち上げました。ポアロという珍しい名前は、地元で店主さんのお母様が経営していました喫茶店ポアロの名前を引き継いだとのこと。お魚やお肉のほか、野菜、お酒、水までも北海道産にこだわっておりまして、心よくまで北海道を楽しむことができます。ホッケを焼き魚ではなくてお刺身で楽しむことができるのも魅力的なポイントです。お料理と一緒に楽しむお酒も北海道各地の日本酒を100種類以上取り揃えておりまして、他にも焼酎、ワインなど品揃え豊かです。ついついお酒が進んでしまうかと思うので、あまり自信がない方はゆっくりと味わいながら料理と一緒に楽しんでほしいです。全部で9席の店内はお客様一人一人と向き合えるような空間として静かにお食事を楽しめる雰囲気作りを心がけて設計したとのこと。色合い、奥行き、厨房の高さまで店主さんが細かく設計しておりまして、店主さん一人でも店内すべてに目が行き届く広さになっています。訪れた方々が静かにゆっくりとお食事を楽しめるような雰囲気作りを心がけて作り上げています。また厨房は客席より20センチほど低い作りにしていまして、お客様より目線が高くならないような配慮もされています。今回いただきましたのは羊蹄コースというコースと海鮮の茶碗蒸しでございます。コースの内容は前菜盛り、旬のお作り、焼き、魚、揚げより2品となっておりまして、気さくな店主さんが会話をしている中でお客様の好みを汲み取ってその時のおすすめを出してくれています。こちらは前菜盛りになっています。前菜盛りはどれもお酒が進むような濃いめな味付け。自家製のチーズ豆腐はワインにも合いそうでございました。お作りも北海道現地で味わっているような新鮮なものばかりになっています。こちらはソラチと言います北海道のクラフトビール。先ほど日本酒がおすすめだというふうに申し上げましたけれども、日本酒以外にもこういったビール類も充実しております。こちらはコースと別にいただきました海鮮の茶碗蒸し。お酒が進んでお食事も進んでいく中、茶碗蒸しで少しお口の中をリセットできるのもおすすめでございました。続いてこちらは魚としていただきました刺身盛りです。まさに新鮮な味付けの下でいただくことができるこちらの刺身盛り。
北海道といえばの新鮮なお魚をいただくことができます。もちろん日本酒に合わせていただくとよりその深みを感じることができますので、ぜひ店主さんにおすすめを聞いてお酒も味わってほしいです。そして最後は焼き魚。しっかりとグリルで時間をかけて焼いてくれますので、いずれのお魚をいただいた場合に関しましてもしっかりとその味わいを楽しむことができそうです。もちろん皮まで味わうことができますので、そういった点も栄養たっぷりいただけるような、そんな工夫がされています。北海道観光応援隊の店主さんからたくさんの北海道の魅力を聞くことができる楽しい時間になっていましたので、ぜひ皆さんもお食事と一緒にそういった会話も楽しんでほしいです。続いてご紹介しますのはイタリアンバーディアタッチメント横浜鶴屋町店でございます。こちらは2024年6月に誕生したばかりの横浜駅西口から徒歩3分の好立地にありますお店。厳選されたワインと本格的なイタリア料理を楽しめるおしゃれなお店です。今回はディナーで訪れましたけれども、ランチにも女子会にもおすすめな落ち着いた雰囲気の店内。席のスタイルもカウンター席はもちろんソファー席などもありますので、ゆったりとくつろぎながらお食事を楽しむことができます。また店内には様々なインテリアがありまして、料理を待っているまでの間、眺めているだけでも楽しめるような空間作りが考えられています。とはいえ料理までの提供もとても素早かったので、そういったサービス面でも満足することが間違いないかなと思っています。また営業時間も平日休日ともに23時まで営業されていますので、比較的遅い時間まで楽しむことができるのもおすすめなポイントです。そしてメニューもたくさんありまして、特にパスタメニューは見どころがあるものばかりでございますので、 SNS 等で吟味していただいた上で気になるものを注文してみてほしいなと思います。また後でもご紹介しますけれども、デザートメニューもとても見どころ抜群。ぜひお食事のメニューも少し調整していただいた上でデザートも楽しんでほしいです。またアルコールが得意な方はクラフトビールやこだわりのワインをいただいてほしいなと思いますし、もし苦手な方に関しましてもノンアルコールメニューも豊富でございますので、ぜひこだわりのノンアルコールメニューも注文してみてください。さてこちらはまずいただきましたクラフトビールを2種類、 FIB ファーイエスト東京ブロンドというメニューとフルーツブルーイングナイアガラエールというメニューです。フルーツブルーイングに関しましては、もはやビールというよりは炭酸のジュースのようにいただくことができましたので、アルコールは飲めるんだけれどもビールの苦いのが苦手だという方に関しましては、ぜひ一度試してほしいようなメニューになっています。まずこちらはお通しでいただけます熊のモナカ、ポタージュに入薬させたり熊に挟んでいただいたりと、楽しみ方も様々。ぜひ今回の動画を参考にしていただいて1枚目の写真から楽しんでほしいなと思っています。またもう少しだけお酒の補足をしますと、イタリアンワインが特に豊富でございまして、グラスワインからボトルワインまでお好みに合わせてセレクトできますので、ワイン好きな方はぜひお店の方に相談していただいて、特に気になるメニューを注文してほしいなと思います。続いてこちらはロメインレタスのクラシックシーザーサラダ。ご覧のように大きな葉っぱ状でいただくことができますシーザーサラダ。ヘルシーなメニューであるんですけれども、実は結構ボリューミーでもございますので、コスパよくかつヘルシーにお腹を満たしたいという方に特にお勧めできるようなメニューだったかなと思います。もちろん細かく切っていただくのもよし、1枚丸ごとダイナミックにいただくのもよしといったメニューでございました。続いていただきましたのはこちら、溶岩パスタカニクリームグラタン。カニが入浴しているように運ばれてくるこちらのメニュー、まさに SNS 映え抜群でございますので、運ばれてきたその瞬間から写真に収めてみてほしいです。こちらの溶岩パスタに関しましては様々な種類がありますので、気になったメニューを注文してみてほしいんですけれども、いずれのパスタに関しましても自家製麺を使用しておりまして、もちもちとした食感と風味豊かな味わいが特徴的。今回いただいたこちらのカニクリームグラタンは横浜鶴屋町店の限定メニューでございますので、過去にご紹介したような立川のアタッチメントさんなどを訪れたことがある方に関しましては、ぜひこちらを注文してみてほしいなと思います。続いていただきましたのはこちらのポルチーニポタージュスープ。こちらのメニューはパイを崩してポタージュに浸しながらいただくことができるメニュー。ポルチーニの味を強く感じられますので、キノコ好きの方には特におすすめになっています。また今回注文しなかったんですけども、実は生牡蠣もおすすめでございますので、気になる方はそちらも注文してみてほしいです。他にもローストビーフストロガノフというメニューも注目でございまして、インパクト抜群でございますので、気になる方はそちらもいただいてみてほしいです。今回2人で訪れたんですけれども、3人以上で訪れますとよりそういった全てのメニューを楽しめるかと思いますので、複
数に訪れていただいて、様々なメニューを少しずつ味わってほしいです。続いてこちらは名物の肉盛りレギュラー。ジューシーなチキン、噛み応えのありますローストビーフ、ピリ辛ソーセージなど様々な肉の魅力を楽しむことができます。個人的には塩味が大好きだったので塩ばかりでいただいてしまったんですけども、マスタードの味付けもとても抜群でございましたので、ぜひ少しずついただいてみてほしいです。さて、こちらが先ほど少しご紹介しましたノンアルコールでも楽しめるメニュー、九州果実のノンアルスカッシュと題しておりまして、九州の果実にフォーカスを当てたメニューが複数提供されていました。この日はあまおうとタンカンをいただいていました。そしてデザートとしていただきましたのはこちらのメニュー、焼きたてスモア。焼きたてスモアはボリューム満点でございまして、2人以上でシェアするのがおすすめ。スモアといえば焼きマシュマロをクラッカーやビスケットで挟んだお菓子。ここではビスケットだけではなくてワッフルやナッツ、バナナやイチゴと合わせて楽しむことができました。他にもデザートとしましては自家製キャラメルプリンのアイスクリームのせがございまして、そちらは過去の立川編の動画でご紹介していますので参考にしてみてほしいです。さて、こちらは最後にいただきましたフルフルアニマルパンナコッタのアールグレイソースでございます。今回は猫ちゃんのシルエットでいただけたんですけれども、他にもウサギやアヒルなど様々な種類があるとのこと。入店ごとに提供されるパンナコッタはランダムだということでございますので、ガシャポンを楽しむような感覚でいただいてみてほしいなと思います。そして最後にご紹介しますのは、同じく横浜駅の周辺からジェムスという建物の中にあります君に会いたくなるからというお店。こちらはお米と卵にこだわりを持ったネオ居酒屋さん。2024年3月1日にオープンしております。こちらの店はついさっきご紹介しましたThe Attachmentの系列店でございまして、また違った魅力を楽しめるようなお店です。先ほどはイタリアンバーだったんですけども、こちらは和食を楽しめるようなお店になっていますので、和のテイストが好きな方に特にお勧めできるようなお店です。エレベーターで上がったところには君に会いたくなるからのエモめな看板が、木目調で明るく女性好みな内装になっていまして、こだわりと歌う卵が並んでいまして、ほっこりするお出迎え。他にも卵の形をしたオブジェなどお店のこだわりが詰まっています。最近は徐々に当たり前になりつつありますモバイルオーダーでいただくことができまして、いろいろなお店では導入されているものの、こちらの君に会いたくなるからでは写真が添えられていますので、注文する前にそのイメージを膨らますことができるという点は特にお勧めできるようなポイントかなと思いました。店舗内ではお店のオーナーさんのこだわりで90年代の音楽が流れていまして、その頃の思い出話で盛り上がることも間違いなし。特に私は90年代の生まれでございますので、ドンピシャな音楽がたくさん流れていました。ぜひ同世代の方はそちらも楽しみにしてほしいです。ちなみに後日ご紹介予定なんですけども、立川にもあなたに会えてよかったというお店がございまして、こちらの系列店です。そちらでは80年代をコンセプトに80年代のアイドルのイラストなどがグラスに描かれていたりといったところで、また違った楽しみ方ができますので、機会があればそちらも訪れてみてほしいなと思います。今回はディナータイムに訪れていますけれども、こちらのお店に関しましてもランチタイムにも楽しむことができますので、今回気になったメニューがありましたらランチでもいただくことを検討してみてほしいです。さて、こちらでまずいただきましたのはカルピスビアとブルーライスサワー、そしてお通しの茶碗蒸しです。サワー系を中心にカラフルなドリンクが特徴的でございますので、お酒でさえ映えること間違いなし。こちらのお通しに関しましてはポルチーニダケというキノコを使っています。さて、こちらは生牡蠣ケジャン2ピースでございます。こちらのお店では牡蠣が特に注目メニューになっていますので、牡蠣苦手でない方はぜひとも注文してほしいようなメニューです。今回は韓国料理で知られますケジャンスタイルでいただいたんですけども、シンプルなスタイルでいただくこともできますので、まずはシンプルなスタイルで生牡蠣を楽しみたいという方はそちらをご注文ください。こちらはホワイトだし巻き卵というメニューです。豆腐かと思いきや実はだし巻き卵。先ほどご紹介しました白い卵を使っただし巻き卵になっていまして、米つやと呼ばれます北海道が育んだ奇跡の白い卵では、黄身がなんと白いとのこと。米だけを食べて育った鶏の卵が白くなるというところからこんなメニューが誕生しています。こちらはゴルゴンゾーラチームハムカツになっていまして、そのボリューム感含めてとても楽しめるようなメニューでした。そしてこちらはとろけるスマイル味噌角煮丼。
まさにボリュームたっぷりなメニューでございまして、ランチでもいただけるメニュー。ゆで卵を目、角煮で口を表現しまして、スマイルをかたどった丼。お米にこだわっていますので、米料理好きな方はぜひ頼んでいただきたいです。コシホウ玉と呼ばれます食感まで極めた希少米を使ったこちらのメニュー。コシホウ玉はコシヒカリの中でも大粒のお米のみを使用しておりまして、甘みもしっかりとありつつ、もちっとした食感が特徴的になっていますので、ぜひとも注文してみてほしいです。ちなみに先ほどの角煮に関しましては 300g ありますので、食べ応えは間違いなく抜群です。さて、こちらは男梅サワーの梅落としと極上焼酎&抹茶レモンティーになっています。先ほどもそうでしたけども、色合いがとても素敵ですよね。さて、こちらはシャカシャカポテトの焼きあごバター。おそらく好きな方が多いであろうポテトですけれども、焼きあごバターの風味を混ぜていただいて、シャカシャカしながらいただくことができるような、そんなメニューです。特に複数人で訪れた際にいただいてほしいようなメニューになっているかなと思っています。そしてデザートでいただきましたのは抹茶峰岡豆腐。峰岡豆腐と言いますのは、南房総に古くから伝わる牛乳で作ったデザートとのこと。江戸時代の中頃から飼育を始めていた峰岡牧場は、日本酪農発祥の地ともされているとのこと。絞った牛乳は疲労回復にも効果があるとのことで、最初は将軍家に献上品とされていたんですけれども、数多く生産されることになりまして、庶民の間でも料理に使われることになりました。そんな峰岡豆腐を味わえるこちらのメニュー、ぜひとも注文してみてほしいです。そしてこちらは特に注目な焼き芋ブリュレ。注文した後から目の前でブリュレしていただくことができます。ぜひ運ばれてきたその瞬間にスマートフォン構えていただいて、こういった映像にも収めてほしいようなメニューになっています。ちなみにデザートメニューに関しましては QR コードを読み取ることでアンケートに答えますとプレゼントしていただくこともできますので、そういったサービスも活用しつつ十分に味わってほしいような、そんなお店になっていました。以上、今回は2024年最新レポート横浜カフェ&グルメ6選としてご紹介しました。これまではどちらかというとカフェにフォーカスを当ててご紹介してきたんですけども、今回横浜のグルメの魅力もたっぷりとお伝えしました。中でも2024年にオープンしたお店を中心にご紹介いたしましたので、どこのお店もとても魅力的ではあるんですけども、まだギリギリ混雑を避けることもできるかもしれません。暑い夏ですし、お店になかなか入れないとそれだけ疲れてしまうかと思いますので、概要欄に載せていますインスタグラム等をチェックしていただいて、予約等も活用をいただきたいなと思います。またメニューがとても魅力的であるからこそ、注文する際もとても迷ってしまうかと思いますので、事前にチェックしていただいた上で訪れるのをお勧めしています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。